こんにちは、ももよです。こんにちは。はい、今日はね、なぜ人が本当の自分で生きるということが、そんなにも難しい。なんかさ、本当の自分で生きるっていうことに関する情報ってもう結構たくさんあるわけじゃないですか。私も話しているし、そういった書籍もたくさんあったりするわけで、目覚めとかそのスピリチュアルの話もね、興味がある人であれば情報を受け取るっていうことは、昔に比べると全然今の方が簡単なわけですよね。だけど本当の意味でその本当のありのままの自分で生きられている人が昔に比べると増えているのかっていうと、実はそんなに変わらないんですね。意外とみんな同じテーマでずっと悩んでいって、本当はもっと自分らしく生きられると楽なのになって分かっていながらも、なかなかそうできてない自分とかも知っていたりとか、もちろんね、私のセミナーに来てくださる方の多くはやっぱ本当の自分がまず分かりませんっていう方も多い。それはちょっと話は別なんだけど、とは言ってもね、前回の動画でもそうなんだけど、スピリットがあってマインドが外れるっていう話で、ちょっと見てない方は前回の動画見てからこの動画をもしかして見ると分かりやすいかもしれないんですけど、本当のあなたっていうのはスピリットの方ですよね。でこっちの私たちっていうのはどう生きたいとかね、どう人生の駒を進めるかっていうのを全部知ってるわけなんですよね。そうだけどそれを許さないのはこのマインドですよね。簡単なところで言うと、いやそんなことすると人に嫌われるよとか、そんなことしたら今の友達失うよとか、彼氏失っちゃうよとか、変な人に見られるよとかって声がさ、本当の自分を許さないからなかなか自分で生きられないっていうのが一個理由としてあるわけなんですよね。だから前回の動画ではやっぱ自分のマインドってしっかり自分で見に行って、その自分のマインドの声っていうのを沈める、静かにさせるっていうことをいち早くやった方がいいよっていう話が前回の話なんですけど、今日はねそれもそうなんだけど、もう一つ本当にとにかく本当の自分で生きるっていうのはすごく簡単ではない。その一番の理由っていうのはこれだよっていう話をするんですけど、例えばね、私のセミナーに来てくださる方とかでもスピリットの感覚を得る、マインドとちょっとスペースを空けるっていう経験をされる方は本当にたくさんいらっしゃるわけなんですけれども、残念ながら戻っちゃう人っていうのも中には何人かいるわけで、せっかくやっとスピリットの感覚が出たね、おめでとうなのに数ヶ月後に会うともうあれれれ元通りになってるっていう人に本当に多いのがね、私たちのスピリットってどの次元のレベルでスピリットの話をするかにもよるんですけど、スピリットって次元がなんていうかすごく高くなると一つなので、私もあなたもないですっていうところに行くんですけど、ちょっとその話は今置いといて、かなり3次元に近い次元でスピリットを感じた場合の話をすると、スピリットってすごく個性的なんですよ。やっぱりマインドみたいにいろんな人間のルールがなかったり、アイディアが結構ぶっ飛んでたりとか、今日と明日で全く違うアイデアを持っていたりとか、それは続けていくと話がつながっていくんですけれども、とにかくやっぱりマインドよりはすごく元気があって、マインドのようにこの世のルール、概念みたいなのを持っていないので、その自分がこれからやりたいって思うことに対してルールを持っていないっていうのが大きな特徴なんですよ。なのでそのスピリットに目覚めてきて、本当の自分っていうのを感じ始めると、割とこれまでの生き方とは別の生き方にシフトしたいなって感じる人が多いと思うんですよね。だけど私たち
の、暮らしている自分の周りの人たちっていうのは、実は私たちの今の生活スタイルにとてもよく似ている人が自分の周りにいると思います。よく自分の周りのお友達、家族を見てみてください。多分だけど、そんなにすごいめちゃくちゃ自分とはかけ離れた生活をしているっていう人が近くにいるっていうことは珍しいんじゃないかなと思います。これ人間の習性で、よく似た人たちがやっぱり集まる。なんかね、安心するんだと思うんですよ。なんかわかりやすい例で言うと、やっぱり私も子供が生まれて、ね、家族を持つようになったら、独身の友達と会う機会より、どうしても同じように子供を持っている人たちと会う機会の方が増えて、なんか話題の共通点もあったりとかってしたりとか。で、今日話したいのは、ただただ子供を持って家族を持っている人たちが集まりやすいっていう話の、さらにもっと向こうにあるのが、経済的にもよく似ているとか、同じ学校に通わせているとか、同じ地域に住んでいるとか、なんかね、本当によく似た生活スタイルの人たちが、やっぱ自分の周りに自然と集まるようになっているんですよね。さあ、ただ、本当の自分に目覚めていく過程で、だんだん今の生活スタイルだと、このスピリットが思う人生って叶えてあげられないなっていうことが分かってきたりとかってするわけなんですよ。とか、それもあるし、なんか今まですごい自分の人生って我慢ばっかりだったなとかって気づくこととかもあって、なんか一気に嫌になって新しい人生を始めたい時とかもあるじゃないですか、皆さん。その時にさあ足を引っ張るのが自分の周りのこれまで似たような生活をしていた人たちなんです。悪意があるかないかは、大いに悪意はあると思うんですけれども、例えば私今の仕事辞めてね、こういう新しいビジネスをやってみようと思うんだよねとかいう話をしたとしたら、やめときなよ、そういうビジネスうまくいかなかったらどうすんのとかっていう声が周りから聞こえてしまうとか、もしくはビジネスを立ち上げたんだけど、なんとなく友達がそっけないとか、なんか気がついたら仲間外れにされているとか、別に何もされているわけじゃないんだけど、なんか空気が冷たい気がするとか、これ本当によくあることだと思うんですよね。で、人は人の幸せを喜べないっていうのが、簡単なフレーズなのかもしれないし、別の言い方をすると、やっぱり人って変化にすごい弱い生き物だと私は思っていて、だからこれまで同じ似たような友達とか思ってたその友達が変化していくのに、こっちの友達が耐えられないんだよね。なのでどうするかっていうと、自然な動きなんだけど、この変化していく友達の変化を止めようとするっていうことを、自然にやってしまう。これが友達だったり家族の場合もそう。これまでの慣れ親しんだ私の娘じゃなくなっていく姿に親が例えばついていけなくて、その娘をこれまで通りの娘にしようと引き戻す。で、この引き戻す力っていうのは結構強くて、さらに私たちは自分の慣れ親しんだマインドっていうのもあって、ダブルパンチでせっかく出てきたスピリットをまた覆いかぶすように、またマインドに戻っていってしまう。これまで通り何ら変わらない人生になってしまうっていうことが、実は本当に一番起こり得ることなんですよね。私が初めて目覚めを経験して、そこからサナトクマラの声が届くようになって、最初の頃は私のお友達とかもなんていうか面白がってというか、喜んでくれていたんですけど、その声とともに、例えば私の生活スタイルって私の場合はですけど、ものすごいスピーディーに変化していく必要があったんですよね。だから
周りの友達とか家族とかが、私は置き去りにするつもりはなかったんですけれども、正直はっきり言うと袋叩きに遭いました。もうめちゃめちゃ反対の意見と、すごい孤立するっていうのと、攻撃されるとか、もう双方向からのいろんな意味で友達家族を含め、今ならなぜそれが起きたのかはわかるんですけれども、すごくいろんな意味で誰もついてこなかったですね。ただそこで私の今日の皆さんへのメッセージは、そういうことって必ずと言っていいほど起こるんだけど、それに負けてしまうとなかなかそのスピリットのまま生きる、本当の自分で生きる、自分らしく生きるっていうのができないでいるんですよ。で、なぜこの自分の周りの人たちがその自分の変化を心から喜べないのか。つまりこの人たちも正直言うと変化したいって思っているんですよ。だけど変われていない。なんならもう変わることをもしかしたら諦めたかもしれないんですよ。なのにその自分のすごい身近な人が勢いに乗ってね、しかもいい方向に変化していくわけですよね。楽しそう。それを見ることによって周りの人たちって自分の中に塞いでしまった本当の自分っていうのがうずくわけですよね。だけどうずくんだけどどう開いていいかもわからないし、もう開く気力も残ってなかったりとか、開くっていうのも大変じゃないですか。すごく人間性の高い人は相乗効果で一人の人が目覚めていくと、私もって何やったのとかっていう風に乗っかってきてくれると思うんですけども、そんなの本当に一握りの人たちなわけで、ほとんどの人っていうのはどっちかっていうと攻撃に走るんですよ。なぜなら私のその臭いものに蓋をしたこの蓋を開けられちゃうような気持ちになるからなんですよね。真横にいる人が楽しそうに人生の変化、生活スタイルとかさ、住む場所とかそういうのをどんどん変えていくと、自分は何も変わっていないっていうところ、痛いところすごい疲れる。で、イライラするわけですよね。で、本来は自分にイライラするべきなんだけど、そういう自分に矢印が向けられる人っていうのは少ないので、やっぱりイライラを自分以外のその変化する人に矢印を向けた方が簡単なので、だから矢印が変化していこうとする人、目覚めていこうとする人、羽ばたこうとする人、本当の自分として生きようとする人に攻撃の矢が飛ぶわけですよね。だからこの仕組みを皆さんは理解していないと、実際にそういう状況になった時に負けちゃう可能性がある。だってやっぱりすごい大切なお友達だったり家族だったりするから、全然どうでもいい人ならいいんだけど、そうじゃないことがほとんどだから、これまで通りの私でいればこの人たちと仲良くできるのにっていうマインドがやっぱり働いてしまって、波風を立てない自分にまた元の鞘に戻ってくみたいなことになる人多いと思うんですよね。ただやっぱりそのスピリットってすごく個性的で、その個性的なスピリットに合った生活スタイルになった時にまたできるお友達とか家族とかっていて、そうするとまたそこで心地が良くなったりするわけなんですけどね。やっぱり似たような人が集まるっていうのはそういうことだから、それはそれでいいと思うんですけど、そのね、ありのままの自分に向かう途中段階ってこれまで慣れ親しんだ生活スタイルの中で出会ったお友達とか、家族とかもいるわけですよね。この人たちが一緒に変化についてきてくれればいいんですけど、なかなかそうじゃないことが多いので、その時に負けてしまう、そもそももう行動にすら移せないっていう人もいるんですよ。もうこれをやると絶対あの人にこうやって言われるに決まってるもんみたいな感じで、そもそもその波風を立てるっていうところすら
に行けない人っていうのもいたりするんですけど、だからこれがやっぱり本当の自分で生きるっていうことを理解していながら、なかなか本当の意味で生きられている人がいないっていうのの、一番の理由だと思います。私たち人間っていうのはその変化にすごく弱い生き物っていうのが一つと、そうは言っても本当は自分も変化変容していきたいっていう深いところにあるものを自分以外の人が変化するっていうのを見ることによって、ここがうずく。で、そのうずくのが辛いから自分以外の人、変化しようとする人をこうやって押さえつけるっていう、人間界の暗黙のルールみたいなのが必ず起きるから、それを理解しておかないと本当に自分で生きるっていう時に結構なんか本当の自分で生きようって決めたのになんでこんな辛い目にしか合わないんだろうっていうことになっちゃうんですよね。でもなんかそれって仕方ないよね。やっぱり変化したい人は本当変化するべきだし、変容するべきだし、本当人って自由に生きるべきじゃないですか。周りがどうこう言うのって本当になんか少し前の動画でも話したんですけど、実はその境界線を越えている。これは私の仕事で、それはあなたの仕事です。私に何かを、指示するっていうのは、それはあなたの仕事でありませんで、境界線を越えてきているわけなんですけど、私本当スピリットって結構変な生き物なんだと思ってんだよね。で、私なんかでさえももっともっと実は突き詰めていくともっと変で、私ももしかしたらそういうある意味、ある程度はかなり変化したけれど、それでもなんか人間らしさみたいなのをまだまだ保っているところってあるんじゃないかなっていうふうに思います。今はね、そのスピリットと人間の間を生きるっていうのがすごく上手くなったんで、バランスが取れるんですけれど、でも突き詰めていくと人間ってもっと変だよなっていうふうに本当思うんだけど、そうやって思うと今の人間界ってすごく逆に言うとスピリットから見るとすごい不自然な生き方なのに、なんかみんな我慢しながら無理しながらすごい生きてて、そりゃ辛いはずだよなっていうふうに思うんですけれど、今日の仕組み皆さんちょっと覚えておいて、実際自分の周りってどうだろう、もし私がこういう変わった行動に出たら応援してくれる人っているのかなとか、いなかったとしても別にその人たちが悪いわけじゃなくて、人間ってそういう習性があるって桃江さんが言ってたなっていうのを覚えておいてもらって、なんかね、そういう圧力に負けずに突き進むことがやっぱり本当の目覚めへの道なんですよね。だから仕方がないっていうことをちょっと覚えておいてください。はい、皆さん、今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。